こんにちは。今日はポッドキャストについて話すんですけど、この自分のポッドキャストについてだけじゃなくて、僕を含めてね、いろんな人がいろんなポッドキャスト見てると思うんですよ。例えば、日本語を勉強する人だったら、日本語のポッドキャストを、日本語を勉強するためだけのポッドキャストだけ聞くっていう人もね、いると思いますけど、それより、自分の言語でとかただ自分の好きなトピックについてポッドキャストを聞くっていう人の方が多いんじゃないですかね。わかんないんですけど、僕は個人的には言語の勉強のためにポッドキャストを聞いたことがなかったんですよ。っていうのも、日本でこのポッドキャストっていう言葉自体まだそんなに広まってないような気がするんですよね。例えば僕の、友達だったら知ってるかもしれないですけど、僕の家族、両親とかに、どんなポッドキャスト聞くのって聞いても絶対わからないと思うんですよね。で、ポッドキャストのようなものだったら、例えば、ラジオですかね。ラジオの方がね、聞きなじみがある言葉なんで、日本語だと。どんなラジオを聞くのって言ったり、日本人でポッドキャストいろいろ作ってる人いますけど、日本語を勉強する、日本語の勉強のためのポッドキャストじゃなくて、普通のポッドキャスト作ってる人いっぱいいますけど、そのチャンネルの名前も何々何々ポッドキャストって書くんじゃなくて、何々ラジオっていう名前をねつけてる人が結構多いんですよね。なんで僕はその言語の勉強のためにポッドキャストを使うっていううーん考えがねなかったんですよね、その勉強してる時に。なので、今もしもう一度何か言語の勉強を始めるってなったら、ポッドキャスト結構いい教材だなって思うんですけど、えーっとねまあそんな感じでね、いろんなポッドキャスト聞く人が多いと思うんですよ。今日は僕がどんなポッドキャスト聞いてるかとか、皆さんが聞いてるポッドキャストもめちゃくちゃ気になるんですよね。どういうポッドキャストを聞いてるのかとかね、結構趣味にもよると思うんですけど、そういう話を、していこうと思います。だらだら話していくんで、また今日も僕の顔見ないで何かしながら聞いてくれたら嬉しいですね。で、まず何から話しましょうか。僕が聞いてるポッドキャストについて話しましょうかね。僕さっきも言いましたけど、僕にとってポッドキャストってYouTube で聞くものなんですよ。YouTube で聞きながら映像を見たり、その話してる人の映像を見たりするのが好きなんですよね。ずっと見てるわけじゃなくて、何か自分が掃除してる時とか運転してる時に、なんかそこに動画があって、でその人が何か自分の興味のあるトピックとか、別に興味がなくてもいいですけど、その人が話しているのをうーん感じるのが好きなんですよね。別に見なくてもいいんですけど、何か他のことをしている時も、その人が常に画面の前で話してくれるっていうのがなんか安心するんですかね。普通にYouTube でポッドキャストを聞くっていうのに慣れているからだけっていうことかもしれませんけど、とにかく僕にとってはポッドキャストを聞くのはもう YouTube なんですよね。でそれから普通に僕、YouTube プレミアムですかね、それに入ってるんで広告が流れなくて済むっていうのもあると思いますけど、そんな感じで、あの YouTube で見てるんですよ。でやっぱりね、なんかエンターテインメントとしてあの映像がある方が、映像と音声がある方が音声だけよりやっぱり強いような気がするんですよね。少し前にクラブハウスでしたっけ、クラブハウスっていうアプリ
流行ったの覚えてませんか？なんか、誰でも参加できる。誰でもそのクラブハウスでアカウント作れるわけじゃなくて、あの、誰かから招待をもらった人だけ、アカウント作れるみたいな、そういうの何年前か忘れましたけど、流行りましたよね。で、今は、今も多分サービスがあると思いますけど、僕もそのサービスが本当に続いているかどうか知らないぐらい、そんなにね、強い人気はないと思うんですよ、今。それよりは、やっぱり、YouTube とかね、Twitch とか、そういう、映像がある、あのプラットフォームの方がやっぱり人気ですよね。で、やっぱり、音声だけよりね、やっぱ何か、その画面の前で誰かが話してくれてるっていうのはみんな安心するんじゃないですかね。うん。ラジオもね、まだラジオを聞いてる人もいると思いますけど、その、ラジオの後にテレビが出てきて、やっぱりテレビが人気になりましたよね。エンターテインメントとして、映像があるっていうのは強いと思うんで、なので僕もメインはこの YouTube で、ポッドキャスト作ってるっていう理由もあるんですけど、僕がね、YouTube で見てる、ポッドキャストは、具体的なチャンネルの名前は、うーん、別に言ってもいいんですけど、今回はジャンルだけね、適当に話そうと思います。ね、まず、僕が普通に生きてて、その、全然触れることがないトピックの、ポッドキャストを聞くことが多いですかね。例えば、医療系とかね、法律系とか、あとは、何ですかね、その乗り物、電車とか、飛行機についてのものとか、歴史についてひたすら話すポッドキャストとかね、普通に自分の生活の中で、法律について考える機会とか、医療について、考えることとか、で、全然ないじゃないですか。その僕の人生ではね、僕の生活ではそういう機会がないんですよ。なので、そういう僕の知っている世界から少し外れた、そういう、そういうトピックをね、聞くのが好きなんですよ。うん。そういう、なんですかね、例えば医療の、フィールドで、よくあることとかね、僕はそういうことを、ポッドキャストを聞かなかったら、一生わからないことなんで、そういうのをね、聞くのが好きなんですよね。で、他にも全然知らない人の人生を聞くのも好きですね。全然有名じゃないポッドキャストの人ですけど、その人がただひたすら自分の人生で起こったことについて話してる動画、その人は毎日動画をアップロードしてるんですけど、そういうのを、やっぱり、僕がその人のポッドキャスト聞かなかったら、その人の人生について死ぬまで絶対に知らないですよね。で、そういうのを、あえて、YouTube で聞くっていうのがなんか好きなんですよね。皆さんどうですかね。僕はそう他の人の人生にあのランダムな人の人生に興味があるとか、法律のことに興味があるとか、そういうわけじゃないんですけど、興味を興味がないからこそ、やっぱり自らそういうチャンスを掴みに行かなかったら、一生知らないまま死んじゃうと思うんで、僕はそういう系のね、ポッドキャストを聞くようにしてるというか、自然に最近はYouTube のアルゴリズムも優秀ですから、僕がこういう動画を見てるっていうのを知ったら、おすすめのところにね、いろいろ出てくるんで、その中から
面白そうだなって思ったものを選んで聞いてるんですけど、僕はそんな感じですね。皆さんはどうですかね。ただ自分の興味があることとか自分の目的のためにポッドキャストを聞くっていう人が多いんですかね。うーん、まあ、ちなみに僕の友達ともそういう話したことがあるんですよ。ポッドキャストを聞くとか、ポッドキャストっていう言葉を知らない友達もね、いっぱいいるんで、何かラジオを聞くとか聞いたことあるんですけど、うーん、ポッドキャストを聞かない人結構多いですね。僕の友達ではね、聞いたとしても何か自分の好きなお笑い芸人とか、自分の好きな、お笑い芸人のラジオを聞く人が多いですかね。で、そういうのを聞いて、何か、面白い話を聞くのが好きみたいなね、そういう人も、そういう人がほとんどですね。うーん。でも、そもそも、ポッドキャストを聞かないっていう友達もめちゃくちゃ多いですから、やっぱりね、今の、あの世の中とか、こういう世代で、やっぱり人気なのはね、短い動画ですよね。YouTube ショーツとか、Instagram、リールズ、あと普通に TikTok ね。あれがね、ちょっと強すぎるんで、僕も、できるだけ見ないように、YouTube ショーツできるだけ見ないようにしてますけど、一回見ちゃったら、なかなかやめられないんですよね。なんでも僕にとって僕のなんて言うんですかね、僕の生活では、その YouTube ショーツを、間違って見ちゃうか、その長い動画ポッドキャストで、20分とか30分とか何かしながら聞くっていうのがね、多くなってるような気がしますね。でこの流れはね結構続くんじゃないかなと思うんですけどね。なんかもう5分の動画とかね、10分の動画とか、もちろん見る人はいると思いますけど、最近の傾向として長めの動画、めっちゃ長い動画、30分40分とかもっと長い1時間の動画を何か他のことをしながら聞くっていう人と、あとはショーツですよね。ショート動画、短い動画をひたすら見るっていう人になんか二分化してるような気がするんですよね。その5分とか10分とかそういう動画、人気な動画もいろいろありますけど、そういう動画よりはやっぱりそうめちゃくちゃ長い動画かめちゃくちゃ短い動画に視聴者が分かれているような感じがするんですよね。その TikTok とかね、あれちょっと本当にやばいですよね。中毒性があるっていうのももちろんあるんですけど、その中毒性よりなんか考えないというか、その集中力がねだんだん短くなるような気がしますよね。もう30秒とか1分ぐらいの動画を、ただひたすら流して見てると、あのそう長い動画をね集中して見ることができなくなっちゃってるんですよ。もう長い動画見るなら聞き流すっていうね人が増えてるんじゃないですかね。特に若い人、その YouTube じゃない、TikTok が出てきてから、TikTok を、結構継続的に見るようになった人にとっては、その長い動画、例えば映画なんですかね、2時間とか3時間とかある映画ありますけど、あれをね、もう全く他に何もしないでずっと見ることができる人って、少なくなってるんじゃないですかね。若い人でね。年上の人にとっ
っては長い映画とか長いテレビ番組、例えば1時間のテレビ番組を子供の時からテレビで集中して見るっていうのに慣れてると思うんで、別に問題ないと思うんですけど、TikTok を継続的に見てる人だったら1時間とか、映画もですよね、さっきも言いましたけど、ずっと同じ画面を見て他に何もしないで見るっていうのはだんだんしんどくなってきてるんじゃないですかね。その代わりにポッドキャストとか、何か他のことをしながら見れる、動画とか音声のコンテンツが人気になってるような気が、しますね。やっぱりその今の若い人に若い人だけじゃないですけど、今の世界でね、もう楽しいことが多すぎるんですよ。オンラインショッピングとかね。もちろん学生の人は勉強しなきゃいけないですけど、今ってその勉強しながらでも見られるコンテンツとか、勉強しながらただ横にね、勉強してる横にスマートフォンとスマホのホルダーみたいなのを使って、で自分でね指でスクロールしなくても、うーんまあその一つの短い動画が終わったら勝手に自分でそのスクロールされて、動画がスクロールされて、で次の動画が来て、で次の動画見てっていうのを勉強しながら、見たりねできるんですよ。でそういう若者も増えてるって聞いて、それってね結構、集中力がなくなって、どうなんですかね。まだTikTok もサービスが始まったばっかりなんで、これから長いスパンで見ると、うーんどうなるのかって気になりますけど、僕もどっちかっていうとねそのタイプなんですよね。一度ショート動画 YouTube ショーツを見ちゃうと、やめられないし、長い動画を見るときは、大抵ポッドキャストとかその画面を見ないでね、画面時々見ますけど、時々見て、まだこの人画面の中で話してるわって思って、でなんか安心するんですよ。ずーっとこの人が画面の中にいて安心するんで、また別の何ですかね、掃除するとか何か作業する、パソコンで作業するとか、何かなトレーニングするとか、そういう生活になっちゃってるんで、本当にひたすら対そのコストパフォーマンスってよくコスパってね日本語で言われますけど、最近はタイムパフォーマンス、タイパってよく略されるんですけど、タイパ重視の人がねだんだん増えてきて、一つのことを集中してするっていうことに満足できない体になってきてるような気もしますね。そうは言っても僕もそういう感じですけど、たまにね普通の、10分から20、5分から10分ぐらいの動画も見るんですけど、5分から10分の動画を見るときって、大抵自分が必要な情報を、教えてくれる動画ですよね。何かのチュートリアルとか、僕この、ポッドキャスト見るだけじゃなくて、こうやって今自分で話してポッドキャスト作ってますから、いろいろそのガジェットについてね興味があるんですよ。このマイクも、最近買ったんですけど、このマイクはマイクを比較する動画とかね、どっちのマイクの方がいいかなとか、パソコンを買うときも、どのパソコンを買ったらいいかとか、いろいろ説明してくれる動画あるじゃないですか。で、そういうのを何か情報を調べたいって思った時に
まあ5分から8分とかそういう、ちょっと長めでそんなに短くないような動画を見ることもあるんですけど、基本的には、何もすることがなかったら何もすることがなかったらというより、常に何かしなきゃいけないんですけど、何か特に調べたい情報がないときはそういう、ショーツYouTube ショーツ見ちゃうか、長い動画を画面を見ないで見ちゃうかっていう感じですね。他の人の状況も知りたいですけどね。僕の周りの人は結構そういう人が多いんですよ。その勉強する時も勉強しながら、見れる、なんていう、そう勉強しながら見られるコンテンツを、常に流してる人とかね。そう勉強しながら、なんですかね、ポッドキャスト聞くとか、ショーツを自分でスクロールしてくれる、ショート動画を見るとかね。あとは何ですかね、配信も結構最近人気そうですよね。大抵の配信って、もちろん配信によるとも思いますけど、1時間とか2時間とか結構長いものが多いと思うんですよ。でそういう配信も、常にコメントを打ってでコメントを投げるとか、常にその他の人のコメント読んでるっていう人も、いると思いますけど、少ないと思うんですよね。大抵その何か自分が暇じゃないですね、何か他のことをしたいときにたまたま、その Twitch で配信してる人を見つけて、でその人の配信を、開いて、でその人が何か話したり、何かしてるのを聞きながら別のことするとか、そういう人も結構、僕の周りには多いですね。で、今はね、僕この長めのポッドキャストを作ろうとしてるんですけど、そういう、理由もありますね。自分自身だんだん5分とか8分とかそういう短めの動画を、とか短めのポッドキャストを聞くような、機会がね少なくなってきてるんで、僕が大体聞くポッドキャストは20分30分、それより長くて、で、何かしながら聞くって感じなんで、自分もそういうポッドキャストを作った方がいいというか、自分が好きなものを作りたいなって思った時に、そっちの方がいいかなって思ったんですよね。で、今まではね、8分とか13分、前の動画でも少し話したんですけど、そういうポッドキャストを作ることが多くて、でそれもね結構編集してるって言ったんですよ。そのカットの編集ね、その動画のシークバーっていうんですか、シークバーをどこに動かしても僕が話している、場面ですよね。でそれもちゃんと自分の考えがあってしてるんですよ。っていうのもやっぱりね、その動画、何か最近ね、いろんなコンテンツがインターネットにありますけど、そのなんか8分ぐらいの動画を見るときに、8分の中でなんですかね、その30回40回、なんですかね、とか考えてる時間があったら、もう見たくなくなると思うんですよね。あのそのこの長い動画だったら別にこうやってとかね、自分の言葉を探しながら話す動画も聞けると思いますけど、8分とか10分ぐらいの動画で何回も何回もとかとか聞いてたら、もう次の動画行きたくなりますよね。なんで僕はできるだけそういう空白の時間、言葉考えてる時間とかそういうのはできるだけカットして、常に僕が話してる、動画を作って、で、常にねその注意を
引き寄せるような、注意を引き寄せて、他の動画に他の動画にスキップしてほしくないなと思って、ああいうのを作ってたんですけど、この動画の前のね、コメントをいろいろもらって、で、それ見てみると、やっぱりね、ああいう編集、なんか、常に話してる、話してる編集っていうんですか、常に、シークバーをどこに動かしても、僕が話してるっていう動画、ああいうフォーマットって結構人気だと思いますけど、やっぱり疲れちゃう人が多いみたいですね。特に外国から聞いてくれてる人もね、たくさんいるんで、新しい自分が勉強してる言語で、ああいう感じのフォーマットの動画を見ると、やっぱ頭が燃えちゃいますよね。なんで、気をつけないとなと思って、で、それだったら、自分もね、こういう長い動画の方が好きだし、これを見てくれる人も結構ゆっくりリラックスしてみたいって思う人がいるんだったら、こういうスタイルの方がね、いいんじゃないかなと、思って、今のところはね、こういうスタイルで続けていくと思いますね。うん。その前のスタイルというか、前のその8分とか10分の動画、僕が作ってた動画だと、編集にもね、編集の方がもちろん時間かかるんですよ。その、収録するのはね、15分とか20分とかそのぐらいで終わるんですけど、それをカットして字幕入れて、で全部の漢字に振り仮名つけてっていうのを全部して、でそれを一つ一つチェックしてたら、めちゃくちゃ時間かかるんですよ。でも今回はね、今回というか今のスタイルだと、うーん動画、この収録の時間は長いですけど、編集の時間は結構短くなるんで、その字幕をつけるとか、字幕じゃない、その字幕を、字幕か、日本語の字幕を、今この CC のところに入れてると思うんですけど、日本語の字幕作って、で、そこから翻訳して、で、その翻訳も一応チェックしてっていうのを、っていう時間はあるんですけど、そのカットとか、その動画自体を編集する時間はね、なくなるんで、編集時間も短くなって、いいかなって感じで、これからもこういう感じで続けていけたらなと思ってます。ここまでね、また、どうですかね。僕は何か医療とか、法律とか専門的な知識をここで話してるわけじゃなくて、ただね、最近のポッドキャストの、流れ、エンターテインメントの流れみたいなのを、ただダラダラ話して、つまらなくなってないかなってちょっと、心配になってるんですね。毎回ですけど、言語については、その言語の勉強については、結構経験があるんで、ある程度専門的な話もできるんですけど、こういうね、最近起こったこととか、自分が考えていることをただダラダラ話すのはね、どうですかね。皆さんの聞いてるポッドキャストとか、どういうポッドキャストを聞いてるかっていうのも、教えてくれたら、そういうのを参考にしながら僕ももうちょっと、調整できると思うんでね、もしよかったら、教えてください。皆さんがどういうポッドキャスト聞いてるかとか、ショート動画どのぐらい見てるかとかね、それから映画を2時間3時間集中して聞けるかどうかっていうのもね、気になるんで、これが自分だけの仮説なのか本当にそうなのかっていうのをチェックしたいっていうのもあるんで、またいろいろ教えてください。そんな感じで今日はポッドキャストについて自分の意見をいろいろお話しさせていただきました。それでは今日もここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。